今日は静かな怒りの行動を行っていきたいと思います。約1時間ほどですね、やっていきます。皆さん、ライトや携帯のライトやあとはプラカードもですね、ありますので、声をかけてください。それでは、まず最初にですね、本当に思いを込めて、歌を歌ってくださる方が来てくださったので、歌を歌ってもらおうと思います。小田薫子さんです。よろしくお願いします。はい、寒いですね。寒いので無理はせず、静かに行動していけたらと思いますが、すごい皆さん心は熱く平和を祈っていらっしゃると思います。ここで歌わせていただくのはすごく重い気持ちで来ました。SNS を見ていると、たくさんの人たちがきっと私たちと同じように暮らしていた人たちがたくさん傷ついて殺されていっている姿を見て、とても心を痛めています。では僭越ながら歌いたいと思います。壊れた街という曲です。壊れた街を出て私はまだ息をしている。恋だってできる。涙だって流れる。山はいつもと同じ。川だっていつもと同じ。線路は続くよ、どこまでも。私はまだ歩いてゆく。街を離れてもまだ恋だってできるの。私恋をしている。それだけは素敵なことね。そうよ、それだけは素敵なことね。サラーム、ありがとうございました。ありがとうございました。いつもイスラエル大使館前や今日はお昼にも市ヶ谷からイスラエル大使館前までデモがあったりしました。今日はこの夜はですね、このサイレント行動で本当に静かに怒りを表すという、とにかくいろんな方法で私たち世界に発信していきたいなと思っています。もうなんて言葉を出したらいいんだろうっていうような状態になっています。これは虐殺ですよね。もう今の平均寿命がガザの18歳だっていうんですよ。たくさんの未来がある子どもたちが明日もどうなるか分からずに、親御さんが自分の子どもたちの手足に名前を書いている。そんな亡くなった時の身分確認のために、そのためにつけた大事な名前じゃないですよ。私たちは本当に
やめてくれってそれしか言えないですけれども、こうやって皆さんとライトを灯しながら、今日はこういう形で抗議の声を上げたいと思います。イスラエルは直ちに、その限定的だと言っていますけれども、地上戦と、そして爆撃をやめろという声を皆さんと一緒に上げていきたいと思います。今日はスピーチしたいという方いらっしゃいましたら、どうぞこちらオープンマイクにしますので、していてください。基本は今から抗議行動として、サイレントスタンディングを行います。合間にスピーチ入れるかもしれません。皆さんぜひ SNS で発信してください。SNS でこの光を発信して、東京でもこういう行動が行われているよという声を広めていきたいと思います。今ガザではネットが止められているという状態になっています。つながれる私たちはいっぱいつながらなければならないというふうに思います。つながれない皆さんのことの分まで私たちが一緒に声を上げていきましょう。曲げたら明るくなるの？映画見にやってもいいですか？映画で
今日はいろんなやり方をしようと思って一つサイレントコードを使ってしています。スピーチされたい方はスピーチしていただいて結構です。基本はもう自由にやっていただいて結構なので、いろんなアピール方法をしてください。もうこの辺私の家ではないですけども、自由に使っていただいて、通行の妨げにならないようにですね、声を上げていきたいと思います。ですので、約7時までですね、自由にこちらでアピールしていきましょう。人通りが多そうなところへ向かって、アピールしていきたいと思います。よろしくお願いします。あと、お知らせなんですけれども、また後ほどお知らせしますが、11月5日に、デモをします。これは、総がかりコード実行委員会と、あとプラスいろいろな人たちと一緒に、企画しているんですけれども、11月5日夜、夕方です。夕方5時45分に、日比谷公園の内幸門に集まってください。そしてそこから銀座に向けて、6時からデモ出発します。そしてもう一つ、11月10日、11月10日は国連大学前に、夜6時半に集まっていただいて、国連大学から渋谷を一周します。夜7時から国連大学出発で、大きなデモ行動を行います。そちらにもぜひ参加していただきたいと思います。今日はこういう形で行います。11月5日、11月10日は街中に出て、デモという形で抗議行動を行いますので、そちらにもぜひ皆さん集まってください。よろしくお願いします。それではまた引き続きキャンドル行動、行って再開します。いろんな考えたってね、そう思うと、いいな。まさに法律を決めることで思いでみんなでキャンドルコード、サイレントコードを行っています。学部の皆さんもぜひ同じ思いを持っていらっしゃったら一緒に参加してください。私たちはパレスチナの平和を中に近づけるやめろと、そういう声を今、サイレントで静かな怒りの声として上げています。キャンドルコードを行っています。参加していただける方、何時間でもいいので一緒に参加してください。スピーチされている方がいらっしゃるので、マイクを渡したいと思います。ただの実施ですけど、一言第二次大戦が終わって、イスラエルの収容所に、多くのユダヤ人の人たちが殺されてきたわけですけども、その収容所を見学に来たドイツの人たちが、私たちは知らなかったのよ、こんなことになってって表現したことに関して、収容されていたイスラエルの人たちが、いや、あなた方は知っていたはずです、そう発言したそうです。その虐殺されてきたユダヤの人たちが今、ガザの人たちを大量虐殺しようとしています。
私たちは、それをネットでもニュースでもしています。私たちは決して知らなかったのよとは言えない。絶対そういうことは言ってはならない。黙ってじゃないふりをすることはもう許されないと思っています。ただの記事ですけども、そんなつもりでここに来ました。失礼します。ありがとうございます。スピーチしたいなって方いらっしゃったら声かけてください。皆さんこんばんは、お疲れ様です。昼間のデモから多分参加された方もいらっしゃるかと思います。ちょっと風も冷たい中、本当に一日行動お疲れ様です。私は今こちらに持っているプラカードなんですけども、これは実は2014年のガザへの空爆がやっぱりひどかった時に作ったものなんですね。で、裏もそうなんですけれども、新宿駅前でその時に仲間と一緒にサイレントデモという形でスタンディングを毎週火曜日に行っていました。で、早く空爆やめてほしいっていうことでアピールもしてましたし、空爆がとりあえずは終了した後も毎週水曜日、コロナが流行るまで毎週火曜日に新宿駅前でサイレントデモという形でスタンディングを行っていました。そういうふうにありとあらゆる場所でこうやってプラカードを持ったりですとか、自分たちの子供を殺さないで、民間人を殺さないで、閉じ込めたところに爆弾を落とすなんてやってはいけない、国際法にのっとっちゃってこれは違反でしかないっていうことを訴え続けてきたつもりではあるんですけれども、やっぱりなかなかこの状況になるまで封鎖を解くことができなかったっていうことが悔しくて仕方ありません。そんな人権侵害が一体いつになったら終わるんだろうかと思っていました。未だに封鎖が解かれてないっていうことが、しかし本当に世界中でこんな人権侵害許されるんだろうかっていうことを声を大きくしていきたいと思っています。日本には日本国憲法というものがありまして、でここには移動の自由というものが私たちの権利として明記されているわけです。旅行に行ったり、好きなところに引っ越して住んだり、私たちにはそういう自由があります。その当たり前の自由がガザの人たち、パレスチナの人たちには許されてない。そんなことがあっていいんだろうかと思います。日本国憲法の前文に日本の人たちが幸せになればいいなんて一言も書いてないんです。世界中の人たちがあらゆる恐怖、迫害から逃れること、これを日本国民も追求していきなさいと書いてるんですね。私は今まさにそれをやらなきゃいけないというふうに思っています。こうやって集まってると必ず SNS でここでやったってしょうがないだろうとかね、東京駅でやったってしょうがないだろう、新宿でやったってしょうがないだろう、どこどこでやったってしょうがないだろうってすぐそういう非難の声が起きます。でも考えてみてくださいって私はいつも言います。もしウクライナのこともそうですけれども、一方的に侵略されたり一方的に爆撃されたりして苦しんでる人たちが、もし世界が沈黙し続けたらこんなに絶望することはないと思っています。自分たちの住んでいる場所、大きな駅、もうありとあらゆる場所でやめろと、人権侵害やめろ、民間人の命を奪うなっていう声をいろんな人たちが上げることが、やっぱり私は戦争を防ぐ唯一の方法だというふうに思っています。で、今こうやっていろんな国に住まれルーツを持たれている方たちもたくさん集まられていることに、私は本当に温かい思いを感じています。どこの国に生まれたって、どこの国に住んだって、自分の大切な家族だったり大切な友人だったりさまざまな人を思う気持ちは全く同じだし、子供を守らなきゃいけないのはどこの社会だって大人の責任だと思います。ですのでその思いをここにいる方たちと
同じ思いだと思いますので、思いを同じくして今この時間を共有できていること、このことは私とても大切なことだと思っていますので、ぜひ皆さんも一人でも多くの人に何かやってみようよと。イスラエル大使館前に行くのももちろんいいんですけれども、もう悲しいかな、そこはがっちり警察が、近寄らせないようにしてるんですよね。もうこういうこともおかしいって私同時に言っていきたいんです。日本はフランスみたいにああいう大きい広場もなくって、人々が無料で集まれる公園もどんどん潰されています。デモをやりたくてもなかなか公園に許可が下りなかったり、場所を貸してくれなかったり、そういう民主国家にあるまじきことも最近ではかなり動きが強まっています。自分たちの権利をどんどんなんて言うんでしょう、狭められていっているような、そんな思いでいます。ですので、いろいろ言われることはもう覚悟しながらも、これは私たちの声を上げる権利なんだという声も、命を守る行動と同時に上げていきたいと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。基本サイレントスタンディングなんですけど、スピーチしてくださる方いましたら大歓迎ですので、一緒に声を上げていきましょう。今ね、話してくださったように、本当に東京では集まる場所が全然ないんです。今度11月5日に日比谷公園から銀座にデモをするときも、日比谷公園全然貸してくれなくて、日比谷公園内でマイクで騒ぐなって言われて、もう45分、5時45分に集まったらもう6時に出発しろって言うんですよ。なのでもう私たちやっぱりこうやって集まって、なんかこうみんなで声を上げたりする場所っていうのが奪われてきちゃっている。だからこそ、やはり今こそ権利は行使していかなきゃいけないんだと思うんです。ガザにいる市民の皆さんは集まってこうやって声を上げることだってできない。もう明日死ぬかも今死ぬかもしれないような状態になっているわけです。なので私たちが権利の行使をしっかりとして集まれる場所にはやっぱりきちんと集まって、今日もなんか狭いところで本当に申し訳ないんですけれども、こういうところで様々な形で意思表示していきたいと思います。奥の方ではなくキャンドルをすごい綺麗な感じで並べていらっしゃる方たちもいますし、とにかく私たちいろんな自由に表現して抗議行動をするのは一つの権利ですので、権利が行使できるこの日本ではもうどんどんアピールしていきたいと思います。全世界では日本よりもっともっとたくさん集まってて、本当に申し訳ないな、本当に日本人でごめんなさいって思っています。また国連の決議案で、空爆やめろっていうその決議に日本は棄権したんですよね。本当恥ずかしい国だと思います。でも私ここに集まってる皆さんはそういう思いじゃない。なので日本人の中でもそうじゃない日本人がいるんだと、このことにものすごく怒っている人たちもいるんだということを一緒に声を上げていきたいなと思っています。よろしくお願いします。今日スピーチしたい方いらっしゃったら声をかけてください。基本はこうやって抗議行動でアピールをしていきたいと思います。ご通行中の皆さんもぜひこのパレスチナの人たちをたくさん、もうひどい状態で殺されてってる、もう逃げることがない状態のところに空爆してってるんですよ。今イスラエルのガザの平均寿命が18歳、40% 以上が子どもたちなんです。こういうところに爆弾をボンボン落とすってことが一体どれだけ恐ろしいことなのか。ここに私たちはたまたまこの日本で生まれて爆弾に怯えることなく暮らしていますけれども、けど生まれる場所も親も国も選べない、そういった中でこんな格差や貧困ができてしまうのは本当おかしいと思っています。これをなくしていくためにはやはり声を一緒に上げていかなければならない、平和な圧力をかけていかなければならないと思っています。おかしいなと思う方、思うだけじゃなくて一緒に短時間でもいいのでこっちに立って一緒に意思表示をしていってほしいと思います。今
今ここに国連の人道的休戦決議の危険を糾弾するというプラカード今日急遽作ってきまして、英語ではこっちです。日本がね、本当に本来なら平和的外交をしなきゃいけない立場にあるのにね、こんな危険をしてしまうなっていうことはすごく間違ってると思って今日このプラカードを作ってきました。こういうサイレントデモ以外にも自分一人で何かできることないかなって思って、この間Facebook に自分の誕生日にあるNGO に支援しませんかっていうようなキャンペーンがあったんで、メディカルエイド・フォー・パレスタインっていう医療支援のキャンペーンを貼り付けて、今その寄付金を、目標額が31,000円なんですけど、それをやっています。自分の誕生日が11月1日なんで、期限がね11月4日ってことになってるんですが、一応ハッシュタグが Facebook で、パレスチナに平和をっていうのと、ハッシュタグピースフルパレスタインっていう2つのハッシュタグで検索すればヒットすると思いますので、もしよろしければそっちの方にもお願いします。イスラエル大使館に2008年ガザへの空爆があった頃立ったことあるんですけれども、その頃はねイスラエル大使館の真ん前までちゃんと行けて抗議行動できたのに、今全然そんなことができないなっていうのは本当におかしなことだと思います。で、2008年当時首相だったアサド太郎がネタニヤフに対して電話でガザへの空爆やめなさいっていう電話をしてるんだそうですよ。今麻生は台湾で戦争する覚悟を持てなんていうことを言ってることに比べると、その昔の方がまともだったんじゃないかって思います。本当に今の自民党政権だってね、もう本当に平和的外交すべきだっていうふうに思います。ということで、短いようでしたけど、本当にガザへの空爆をやめさせるようにずっと共に行動していきましょう。ありがとうございます。From the river to the sea! From 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 the river to the sea! Free, free! Palestine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 ! 皆さんにごめんなさい。今、私たちがこうして立っている間も、ガザの死のことを考えると、心がとても痛いですね。それだけじゃない、やっぱり、空爆始まってから私があんまりよく眠れないんですよね。で、実は、私の父親っていうのは東京大空襲を生きてきた子供なんです。で、その時の話を晩年になって、晩年というか、まだ生きてるんですけど、年を置いてから話をするようになりました。何十年経ってもとても怖い経験をした、生き死にの経験を生きて、生きるかもしれない、死ぬかもしれない、そういう経験をしたということというのは、心の中にずっと幸い生き延びて、私も生まれて、孫もできてっていうふうになってるんですけど、でもずっと心の中に檻のようにあるんだなっていうことを、時々、ふっとした時に感じることがあります。私の父は下町で生まれて育って、で、
空襲にあって毎日毎晩のようにそういう思いをし、そして大きな東京大空襲を経験した。その経験というのが、実は私が中学生の時に中学生じゃないな、もうちょっと大きくなってからですね、隅田川の花火大会がまた復活した時に一緒に行く約束してたんですが、来ないんです。来なかったんです、約束してたところに。そして花火大会行けなかったんです。でその時嘘つきな父親だというふうに思ってたんですけど、年を置いてから空襲の話を聞いて、なるほどなと思いました。空から降ってくる火花っていうのはものすごく彼にとって怖いんです。私たちはあんまり私もそういう父親を持ったからこそ想像ができるんですが、だけれども全く想像だにしてなかったら、そんな恐ろしいことというふうに思わなかったかもしれません。でも今ガザの中に子どもたちが、そして大人たちもみんなそういう何が来るかわからないものに怯えてる。そしてその人たちの責任でも何でもない、そういう中にいるっていうふうに思うと、なんかすごく辛い思いをします。でも私の生活はそれと全く別のところにあって、毎日キラキラ笑ったりとか、それからテレビ見たりとか、美味しいもの食べに行こうとか、そういうことをやって暮らしています。でもやっぱりなんか心の中にうっと思ってしまう戦争の引きずるもの、それから私たちが、ずっと長いこと平和だというふうにして日本の中で暮らしてきていますが、この日本の中にずっと戦前からずっと地続きである、差別や、それから、大きな私たちの心の中にある何か得体の知れない嫌な気持ち、そういうものが、ここ来て、復活してきているような、そういう思いもします。地続きで来たもの、忘れていたもの、見てこなかったもの、そういったものが今社会の中に出てきてるんじゃないかなって思うことが、あります。そんな思いもう嫌なので、とにかく私たちは平和に向かって進んでいきたい、そのように思っています。少なくとも私が生きてる間に世界中が平和になるってことはないのかもしれないけれども、でも少なくとも声だけは上げていきたいというふうに思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。Hello, good evening, everyone. I wanted to read something for everyone that is here, everyone that has chosen to put their humanity before their identity, everyone that has chosen to speak up in this abyss of uncomfortable silence, everyone that has decided to go against expectations and ignorance, and everyone that for their indifference, everyone that really wants to do something against indifference, and obviously for everyone in Gaza and beyond. Hi, 本日ですね、ここにこうして集まって、アイデンティティではなく何か行動することによって、何か世界を変えていったりする、そういう力を持っている人たち、沈黙ではなく声を上げることによって世界を変えようと、今起きているそのガザでの虐殺に対して、なんか声を上げて圧力をかけていこうとしてきている皆さんに対して、これから彼が
自作の詩をですね、読み上げたいと思います。So, yeah. This is a small poem that I wrote since I've been here in Japan, not too long ago, and it's dedicated to a friend of mine. The week before it all started, she was enjoying the sun back at her ancestral land, where her Baba was born. Heavy breath, the usual walk, she must acknowledge the hill to get to work. Pacing up a few hellos to the gentle neighbor. It's morning for everyone. Her voice is soft, strong, and wailed. She keeps in touch with her friends, no matter the distance. How is it over there? How's your day like? So far, all is good. We're walking on freedom. はい、この詩は彼の友人に向けて彼が作ったものになります。ちょっと詩の通訳っていうのがなかなか難しいんですけど、大体意味だけで直訳的にちょっと試してみたいと思います。それが全て始まる1週間前、彼女は自らの祖国の土地で太陽を楽しんでいた。そこで彼女の赤ん坊が生まれた場所である。荒い息遣い、いつもの散歩。この丘を登った時、彼女は気づいたはずだ。気づくはずだ。優しい隣人たち数人に対して挨拶をしながら歩いていった。これはみんなのための朝である。彼女の声は柔らかく、力強く、強い意志を持っていた。彼女は友人たちとやりとりを続けながら、距離は関係なくそれを続けていた。そちらはどう？こっちの生活はどう？今のところいい感じだよ。みんな自由のために行動している。それが始まる1日前、彼女は国境のところに赴いた。それは親愛なる友人が待っている場所であった。そしてその2人はいろいろなもの、旅の予定などを共有していた。ベイルートの地域である。そして儚い、汚れのない感覚、それらを共有していた。文化を学ぶための旅、文化、そして政治、信仰を学ぶための旅、さらには街の食べ物、物語、お茶、ビスケットなどを楽しむための旅。夜の暗闇が落ち、3人の若い女性はこの季節が終わるタイミングで自らの意思を語り合った。彼女は満足していて、日も落ち着いていて、その人々と会うことを喜んでいた。しかしながら、このガザが完全
封鎖される、そんなことを予想した者は誰もいなかった。それが全て始まった日、前回の出来事から50年目ではあったが、今回はそれを誰も予想だにしなかった。男たちは高い壁の上を乗り越え、高い壁の上を飛び、炎、苦痛、そして苦しみの雨を降らせた。強い隣人は心配していた。そのことが行われるということを認識していたからだ。強い隣人は恥ずかしくも感じていた。それは説明できなかったからだ。彼らが。should I read it? Oh, I've read about the point. Okay, alright. Apologies about that. So I'm going to read the whole poem first in English, and then she can have time to work on the translation, and then give it back to you in Japanese. Is that okay? All right. The week before it all started, she was enjoying the sun back at her ancestral land where her Baba was born. Heavy breath, the usual walk. She must acknowledge the hill to get to work. Pacing up the Salita Cativa, a few hellos to the gentle neighbor. It is morning for everyone. Her voice is soft, strong, and veiled. She keeps in touch with friends no matter the distance. How is it over there? What's your day like? So far, all is good. We're working on freedom. The day before it all started, she takes a trip across the border. A dear friend awaits. Something in common is shared. Introductions, itineraries. The sound of Beirut neighborhoods. A fragile sense of pristineness. A tour to learn about culture, politics, and beliefs. Street food, tales, tea, and biscuits. Nightfall has done. 3 young women share intentions for the season's fall. She's content, at ease, pleased to meet people who see. Everyone, however, now, none could predict that Gaza would come under siege. The day it all started, 50th anniversary since the last time. But this time, they didn't see it coming. The men, they flew over the high walls, bringing fire, pain, rain of suffering. The strong neighbor is worried. They must acknowledge the deed is done. The strong neighbor is embarrassed. They can't explain it. They must show strength and retaliate. The strong neighbor is furious. They must do something to right this wrong. The strong neighbor is hurt. Their pain must be told to ensure they are seen and heard. The strong neighbor is bold. They are cutting off lifelines and the dearest thing it holds. The strong neighbor is roaring. They have bombs, bigger bombs, ready to burn. The strong neighbor is lying, and their strong friends will support and echo their saying. The strong neighbor is claiming I slew in the name of all Jews. The day after it all started, terror is equipped and weaponized. Psychological paralysis meant to cripple any will. Fear has engulfed our land. Drones rule our skies. Spreading panic as they surf the airwaves. Our children are taught not to look up to the sky. To stay away, unlike in your part, where with a single click with toys will deliver joy along with all your ordered packages. In this part, they destroy our buildings on our pathways, rubble, smoke, and ashy wreckages. Left, meant to cripple our rise. How are you dealing with it? I have young brothers, 18 and 20. They are mad and uncontrollable. How are you dealing with it? I tell them to use their head. I tell them to use their head. It's not wise to fight a pig in a puddle. How are you dealing with it? I'm uncomfortable with the silence of my superiors and peers. How are you dealing with it?
When they speak, they condemn the act before extending a hand. How are you dealing with it? At the expense of my mental state, I must exercise agency. I have to. How are you dealing with it? I have to go back to Italy where Baba awaits. How are you dealing with it? I think we're going to be evacuated to Amman. How are you dealing with it? I will remain in Lebanon. Don't worry, this is not goodbye. How are you dealing with it? Sorry for writing so much. I feel this chat is my Britain window. How are you dealing with it? Stop killing in the name of all Jews. How are you dealing with it? How am I dealing with it? How are you dealing with it? For 75 years, everyone has been telling us what's the best way to go about peace. 10 days after it all started, the silence is still. Yalla, from the river to the sea.すみません、ちょっとだいぶ長い詩なので、簡単にちょっとどういった内容だったかっていうのをまとめてみたいんですが、その虐殺が始まったということに対して、ユダヤ人の名前をもとにそういう殺害リークを繰り広げると。で、そうですね、今のその惨状を詩にして表現されていました。はい。So this one is more recent, and it was written from a place of confusion and understanding at the same time. From the river to the sea, what does that even mean? The young Jewish boy asked with a genuine tone of a confused note. A plea for solution, one that makes sense, I guess. A question addressed to his peers. He feels safe to express his views. Their gaze, forged in silence, sought the question's rhetoric. This month of October has everyone feeling the blues. This month of October is historic. You can't help but seek the truth. From the river to the sea, what does that even mean? A knife through the middle, as your ancient king once did. A wise and powerful one, please decide for us, like King Solomon once did. A half for two claims, split between you and me. Now allow peace to reign. A two-state solution, something we've never seen. Is that what you mean? Even he knew that the one that shows the most pain has got the most to regain. From the river to the sea, what does that even mean? Is the spark that inspires all the children of the Nakba. Know this, the ones who still reside where the heavens play host to drums. The ones that do anything to remain, to appeal, to repeal this bill. The ones whose lives are lost or stuck inside an open air aviary. The ones that have forgotten the colors of the sky since the birds are gone. The ones who still look up and risk it all to see the sky's clear blue. The ones that yell curses, haul rocks with slingshots and molotovs. Only those far removed from struggle would ask the meaning of freedom. From the river to the sea, what does that even mean? Every Palestinian knows, just asks for their sorrow. Every Palestinian knows his reparation for the debt owed. Every Palestinian knows his restitution for land stolen. Every Palestinian knows his restoration for property lost and destroyed. Every Palestinian knows is the repatriation of the diaspora that can't return. Every Palestinian knows is replanting of the olive trees you've burned. Every Palestinian knows is the sainthood for leaders and martyrs long gone. Every Palestinian knows is the unleveling of the terrorisms you've coined. Every Palestinian knows is the recognition of the lies you've told. Every Palestinian knows is the acknowledgement of the blind eye you turned. Every Palestinian knows is the microphone for every voice you shut.
every Palestinian knows is the liberation for life, rights, dignity, and identity. Every Palestinian knows it's a call for the birds to return. Free, free. Free, free. Palestin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 e. From the river to the sea. Palestine will be free. From the river to the sea. Palestine will be free. From the river to the sea. Palestine will be free. ありがとうございます。11月の5日の日に、11月5です。11月5の日に、夕方の5時45分、17時45分から日比谷公園を出発します。17時45分、夕方5時45分に日比谷公園の内幸門に集まってください。そこから日比谷、銀座に向けてデモをします。その時にはもうスプレーコールとかやりまくってあります。そしてもう一つ、これも大きなデモです。11月の10日。11月の10日は夜6時半に国連大学前に集まってください。国連大学を借りましたので、国連大学前に集まっていただいて、夜7時、夜19時から渋谷のデモを一周します。もう一度言います。11月5日は、夕方の5時45分に日比谷公園の内幸門、そこから銀座にデモを出発。11月10日は夜6時半に国連大学前に集まってください。そこからデモをしますので、集まっていただきたいと思います。今日はサイレント行動ということでスピーチもありながら明かりをつけながら集まりました。最後にちょっと写真撮りたいなと思うので、あっち側向いてもらって、あっち側、こっちもっとこっち来てもらって、あっち側向いて、こっちで皆さん来ていただいて、あっち側向いてください。向こうにカメラ。あっちに向いて。今日東京でこれだけ集まったという意思表示したいと思います。こちらに集まって向こうに向く感じですね。で、顔映りたくない方は顔を隠してください。The next protest will be on the 4th of November at 4:36 in India Park. Then you will start from there and march to Ginza. And the one after that will be on the 11th, 10th of November, that is Friday. And we gather at United Nations University at 6:30, and we will march to Syria from there. 今英語でも予定を受けてもらいました。はい、はい、たくさんよろしいでしょうか。ありがとうございました。もう一つ緊急行動を提案したいと思います。もうガザ侵攻してるんですけど、地上侵攻してるんですけれども、あまりにもひどいので、緊急でまたイスラエル大使館前の座り込み行動を入れようと思います。それは追って皆さんにまた SNS などで発信しますので、見てください。よろしくお願いいたします。今日は本当にたくさんの方に集まっていただいて、これがもう世界にもっともっと広がっていきたいと思います。ロンドンなんかでものすごいたくさんの人たちが来ているんですよね。日本でももっと声を上げなくてはならないと思います。今日は来日して外国人の皆さんたくさん来てくださって本当にありがとうございます。この日本で声を上げるということがどれだけ勇気がいることかと思います。今日はこれで終わりたいと思います。次は11月5日、11月10日、そしてまたどこかで緊急の
スラエル大使館前座り込み行動を行いますので、来れる時にぜひ一緒に参加して、引き続き諦めないで声を上げていきましょう。私たちは平和を諦めません。一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。おかきさん、ライトだけは感じてください。よろしくお願いします。Like you go like this.